落ちた落ちたって喜んでても仕方ない。これはね、もう反応するから絶対。はい、皆さんこんにちは。車の大師カシノピーです。今回はピットワークの強力鉄粉除去クリーナーを使って車の鉄粉を除去していこうかなと思っております。鉄粉除去って言ったらね、シノピーでしょと。そんなことないか。過去に何回かやったことはあって、でそれから結構期間が空いて、鉄粉除去をやってくださいっていうコメントも多かったんだけども、やってこなかった。その理由は、この鉄粉が刺さってて、表面がなくなってるのか、それとも刺さったもの自体もなくなっているのか、その辺の判断がしにくい。いろいろね、顕微鏡みたいのとか使っていろいろ試してみたんだけども、すごく分かりづらいっていうのがあるので、動画にしてこなかったんだけども、鉄粉で悩んでる方もね、多いと思うので、今回はこれを使って鉄粉を除去すると。手で触ってみて、あ、落ちてるっていう感じになっちゃうかもしれないんだけども、その辺はちょっとご了承いただきたいなっていうのと、何かいい方法があればちょっとコメント欄に入れといてもらいたいという感じかな。で鉄粉除去って言ったら、こういったクリーナーか、あと粘土があるんだけども、目に見えてわかるものじゃないからっていうのもあるし、僕は鉄粉除去クリーナーで十分じゃないのかなと思っているタイプです。なので今回はピットワークのものを使う。でこのスプレーの出方だったり、あと匂い、これ紫に反応するタイプなんだけども、どういう風に色が変わっていくのかと、あと触ってみてその鉄粉が落ちてるのかどうかの確認で、もう一回吹きかけて鉄粉反応するのかどうか、そういった感じで見ていこうとは思っております。一応 Amazon で1100円ぐらい。とりあえずちょっと車に行って使ってみたいと思います。はい、そしたら外にやってきましたと。鉄粉の反応した色が分かりやすいように今回白い車を使います。で鉄粉除去クリーナーを使う時、僕がいつもね用意するのが一応あって、これだね、小さめのバケツ、ホイールを洗うスポンジ、G オンのやつ、スポンジと、あとハケ。そうすることでホイールとかも結構洗いやすかったりするので、この辺を意識揃えてからやるかな。で鉄粉自体はどういう時につくのか、ホイールでいうとブレーキダストで、ボディでいうと線路付近に住んでる方とかね、そういうのはその鉄粉が飛んできてボディに突き刺さると。あと普通に走行してても他の車のブレーキダストだったり、あと自分の車のブレーキダストがボディに付着するという感じですね。でまずボディに使っていこうと思うんですが、使用する前は洗車を行ってください。ざっとでもいいので、砂ぼこりがない状態で使っていくと。そしたらちょっと手袋をしているので鉄粉を確認します。あるね。多分反応すると思う。この鉄粉っていうのは突き刺さってるみたいなので、普通に洗車しただけじゃ落ちない。で今回手袋してるんだけども、手袋じゃなくてもビニール袋とかこうさすってあげると、ちょっとザラザラが分かる。これでこの鉄粉があるかないか。あと洗車してる時ね、ひどい車だったらスポンジがもうそもそも引っかかる場合がある。ガシガシガシっていうね。そこで鉄粉の判断だったり、あと鉄粉除去クリーナーのこの鉄粉に反応して色が変わるものを使えば、鉄粉がついてるのかどうかっていうのを確認することができます。でピットワークの鉄粉除去クリーナーの使い方なんだけども、普通にボディに吹きかけて、優しくスポンジで伸ばしてあげるような感じ。それで比較的落ちると思います。でこれのいいところは、ガラス、ゴム、プラスチック、あとメッキ部分、そういうところには影響しないと。コーティングはどうなんだろう、ちょっとそこら辺は分かりませんが、ちょっとドアノブ周り、この辺ね結構鉄粉あると思うので、ちょっと吹きかけていきます。で注意点は乾かさないことなので、炎天下の中やったりするのは大変で、最後しっかり洗い流す。じゃあいきます。で結構ねストレート系のこのスプレーだね。でストレートだと結構ねピンポイントに当たるから使いにくい感じもするんだけども、ジオグリコール酸アンモニウムっていうのが入ってるので、アンモニアっぽい匂いかな。それがねこの風に飛ばされて霧吹きの状態になって近所迷惑とかになったりするので、そういった意味ではこういうストレートはストレートでいいかもしれない。これが今鉄粉除去剤を吹きかけた箇所、紫に反応してるね。これ分かりやすいね。
こに鉄粉が突き刺さっていたり、もしくは鉄に反応するので塗装面が剥げてて鉄板がむき出し錆びてるとか、そういう状態だとこういう風に反応してくる。でパッと見は塗装面が剥げてる状態じゃないので、これは鉄粉が反応しているという感じです。でこうなったら軽くねスポンジでこう撫でてあげる。あんまゴシゴシやると傷が入ったりするので注意してください。で今回のこの使ってるピットワークの鉄粉除去クリーナーは洗いながら使えますよっていうのが売りですぐさま洗い流す。でこれで表面の鉄粉が何て言うんだろうな、朽ち果てるっていうか溶けるっていうのかな。でこういうドアノブはねもうひたすらこういう風に紫の液体出てくるので、もうしっかり洗い流すようにしてください。でこれで触るともうツルツル、さっきのザラザラがない。ここはもう感覚の話になっちゃうよね。本当かよっていう。ツルツル、こういう感じだね使い方は。乾かさない、あとしっかり水で洗い流す。もうちょっと強い水でも OK です。それで鉄粉は取れる。で僕が気になってるのは、粘土だと刺さった鉄粉が抜けてくれるのか、それとも僕はね表面のやつをくっつけて折る、結局はね残るんじゃないのかなとも思っている。この辺がちょっと実際に見てないので何とも言えない。だからクリーナーでも十分なんじゃないのかなと思っております。こう拭き上げるでしょ。で鉄粉除去クリーナー使う時は車が濡れてる状態ではなく、乾いた状態で使っちゃって OK だと思う。そっちの方が効果が出ると僕は思っています。その理由は水がかかっている状態で吹きかけてもボディに除去剤がつかないわけですよ。そうなったら効果は半減、もしくは効果がない可能性があるので、そういった意味で僕は乾いた状態である程度使った方がいいと思ってます。けど乾いた状態で使う時、炎天下の中だと熱くなっててかけた瞬間に乾いちゃうっていうこともあるので、その辺は注意してもらいたいな。そしたらもう一回ちょっと吹きかけて鉄粉反応するか、でその反応する量、それが軽減されてるのかどうかっていうところを見ていきます。どう？ここ1個あるね。あとこの中1個。もうさっきと比べるとだいぶ減ってます。すごい軽減されてる。でこれでほぼほぼ鉄粉は落ちるということですね。そもそもこすらなくても落ちるんじゃないのかなっていう感じもするので、そこも試していこうと思います。2列目のドアノブやっていきます。で2回目はスポンジでこすらずにちょっとやっていきます。その鉄粉が刺さってて溶けるみたいなので、もしかしたらこすらなくてもいいんじゃないのかなと思ってます。鉄粉はありますね。そしたら吹きかけていきます。すごい反応してる。全体的に反応してるね。近くで見るとこんな感じです。ドバーっていう感じではないんだけども、鉄粉が刺さってるっていうこの表現が分かりやすいね。右の方も反応してるね。で下の方もこういった感じです。ちょっと置いて水で流そうと思います。はい、そしたらちょっと水で流します。でよく水で流すんだけども、理想で言うとカーシャンプーとかを使ってあげた方がいいかな。使い方としてはその水で流すだけで十分らしいんだけども、僕はねちょっとカーシャンプーを使ってあげた方がいいんじゃないのかなとも思ってる。ツルツルになってるね。ここにもう一回吹きかけていきます。これで同じぐらいの量鉄粉が反応したらスポンジを使った方がいいかもしれない。けどそんな反応しないようだったら、水で流すだけでいいのかな。全然反応しないね。ここ1箇所、あとここ1箇所、この辺はもう比較的鉄粉はなくなっています。スポンジでちょっと洗いながらっていう形でも OK だし、スポンジでこするのが怖いっていう方は洗い流すだけでも OK かな。そしたら他のところ、ホイールとかもちょっとやってみます。ホイールはブレーキダストがすごい反応すると思います。あとブレーキローター、この奥の銀の丸っこいやつ、ここはもう鉄むき出しなので、ここもめちゃめちゃ反応すると。で注意点ではないんだけども、こういうのを使うとブレーキローターが
若干錆びた状態みたいな感じになるので、一応ブレーキを踏んで削ってあげればまた同じような状態になるんだけども、走行する時にギーギーっていう、ブレーキ踏んだ時に変な音が鳴るかもしれない。それはまあ致し方ないことなので、一応先に言っておきます。じゃあ吹きかけます。鉄への反応で言ったらローターが分かりやすいので、ちょっとそこを見てもらいます。あえてかける必要はないんだけども、一応ね、こういった感じ。ここはもう鉄むき出しだから必ず反応すると。このリムのとことかすごいね、この辺もすごい反応しています。汚いな。でこれをスポンジとかを使ってきれいにしていく。匂いはね結構きつめの方だと思います。こういうブラシを使ったり、ジーオンのスポンジね、これを使って奥の方はやっていくと。でこの、今使ってるブラシ、ボディには使わない方がいい、ちょっとね硬めのやつ。こういうナットとかはねすごい洗いやすい。でサイズも豊富なので使いやすいです。うわすごいね。あとは棒とかがやりにくい場合はちょっと軍手を濡らして洗ってあげると洗いやすいかな。でこの鉄粉除去クリーナーね、傷とかあったりするとすごい染みるので、肌弱い人とか女性の方とか手袋を必ずした方がいいと思います。うわ汚ね。もうちょっと乾きそうなので洗い流していきます。こういう穴、こういうところもひたすら出てくるので、ハンドで中の水を出してあげる。結構奥まで入ってる場合はこういうジェットでちょろちょろ中に入れてあげる。これですごい綺麗になったね。素晴らしい。でこの後にカーシャンプーとかを使ってスポンジで洗ってあげる。それが理想かな。ホイールはちょっとなんかね油分みたいなのが取られたような感じになるので、カーシャンプーでしっかり洗ってあげて、で最後になんかコーティングとかをしてあげた方がいいと思います。綺麗になりました。そしたら最後にちょっとボンネットやって終わりにしようかな。安心できるのはガラスについても大丈夫っていうところかな。こういう風にボンネット1枚やろうと思うと結構ねしんどい。で全面にかけるのが結構面倒くさかったりするので、特にこれはストレートノズルだから、やっぱり磨くんではなくスポンジとかでこれをちょっと伸ばしてあげる。節約にもなると思います。すごい反応してるね。洗い流します。すごいツルツルです。結果的には顕微鏡とかで見てないから何とも言えないんだけども、この鉄粉除去クリーナーである程度鉄粉っていうのは除去できます。粘土っていうものは磨き前提でやるみたいなので、そうするとハードルが一気に上がりますよと。だったら鉄粉除去クリーナーで終わらせるのも十分なのかなと僕は思います。とりあえず作業の方は終了。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらピットワークの強力鉄粉除去クリーナーを使って車に刺さった鉄粉を除去してみました。で使ってみた感じ、匂いはね結構きつめでストレートの噴射だね。これはね飛び散らずに済む。もう鉄粉除去剤が結構ね霧だとかけやすいんだけど、それが舞って顔とかにかかった時ほんと最悪なので、そういった意味ではこのストレートっていうのは、結構いいんじゃないのかなと思います。でしっかり反応してで落としてくれる。その表面のやつは間違いなく落ちてるっていうことが分かったと思います。こすらなくてもこの鉄粉除去クリーナーで落とせると。ローターに吹きかけた時に一気に紫になったと思います。あれがボディでやった時に2回目もうほとんど反応しなくなったっていうことは、表面の鉄粉は間違いなく落ちている。で今後鉄粉除去クリーナーを使っていろいろ試していこうかなと。例えば、コーティング剤が落ちるのかどうかっていうところとか、鉄粉が残ってる状態で何かコーティング剤を施工して片方は鉄粉を除去する。でその時にこの鉄粉が飛び出てるとしたら、この水の流れっていうのは結構ね蛇行するんじゃないのかなと僕思ってて、でこれ鉄粉除去したことによってさーっとまっすぐね流れ落ちるのか、
その辺もねちょっと試していこうかなと思っております。まあとりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は是非チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。